にちは。今回は負けヒロインが多すぎる第11話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。やべえ、ちょっと泣いた。告白も同然じゃねえか。ぬっくん意外にラノベ主人公の素質あるな。話や涙こらえて鼻水出るわ。最終回やんけ。来週どうする？プロポーズしてた証人2名、もう逃げられないな。シリアス回と同時並行でずっと食べてましたね。意地張ってこまりが部長を続けて、ぬっくんはそれを補佐する感じになるのかと思った。いやー、めっちゃエモかった。こまりちゃんメインヒロインやん。こまりちか可愛すぎる。この子が一番可愛い。こまり界の力の入り方。ラノベ世界に生きるやつが現実に一歩足を踏み出した話でした。こまりちゃんがまともに人前で話せないのが悪いんだが、ぬっくんもな。16の高一にそこまで滑らかに人間関係の問題回せってのが無理だけど、カリスマコンサルが有能すぎ。こまりとぬくみずの関係はいいな。エモいぜ。話がめっちゃ重かったけど綺麗に解決してよかった。本当に緩急がすごすぎる。綺麗に終わりすぎ。来週何やるんだろう。なんかぬっくん部長になっててくさ。こまりんの演技すっげー良いな。けなげで泣けるわ。まるでラノベの主人公みたいだったな。女の観光愛、ゲロを出すかじちゃんあだと可愛かったわ。てか、やっぱぬくみずは人間強度が高すぎる。一人でも平気というところが強いよな。果樹がいるならそれもそうか。鰹節ダンスにあれほど力を入れるアニメをこれまで見たことがない。主役やんけちか。基本、ティアラちゃん、コミュ障と時間に厳しいがあるだった。ティアラちゃんさ、ちょっと冷たすぎない？レモンちゃん出番あってよかった。最後の笑顔よかったな。こまりんなかなかめんどくさいやつでわろた。まあ前の2人と違って失恋抜きでももともと悩みがあるから簡単にはいかんよな。レモンちゃんのチョークスリーパーとか実質ご褒美ハグでしかない制裁。またおまるパイ当ててきたな。子にても新鮮だった。肝心な時になるとヤナミさんもいいこと言うよな。ヤナミさんメインじゃないと普通にいい女に見えるな。なんで負けヒロインなのか。こまり会、恋愛の話じゃなくて友達とか居場所の話だったんだな。いい最終回だった。トークのところ原作からどうやって演出するか気になってたけど、涙で隠すとかすげえうまいと思った。ティアラちゃん怖すぎてワンワン泣いちゃった。敬語で詰められるのっていっちゃん怖い。それな、俺も泣いちゃった。ティアラは2期あったら可愛さ爆発するからちょっとお堅いだけなんだ。こまりちゃん正ヒロインに昇格。これもこまりルートだろ。責任取ってよね。来週は温泉旅行編でいい。そうか、主人公が部長か。おいおい、こいつがヒロインじゃねえか。これでこまりちゃんルートじゃなかったらひどいな。これ結構しろってことですよね。生徒会部長変更の手続きはいい最終回だった。これだけしてもモテない主人公。ああ、もう逃げられないよ。こうしててらこまりガンレスブラッドに部長になる流れが自然だったな。来週何やるの？こまりエピローグも終わって。ニューヨーク会。まだこまり会だったの。焼き塩だけ3話かよ。焼き塩さん金持ちだし、まあこまりちゃん以外すぐ彼氏できそうだし。まあ正直人選ミスではあったろうからな。今回めっちゃ良かったわ。こういうのでいいんだよ。こまりが全面的に悪いと思うけど、ぬくみずくん叩いてるやつがいて驚いた。こまりがぬっくんをミスらせたよね。女の子の気持ちがわからないなんて最低。頑張ろうとしてるこまりに対して主人公がやってる行為はさすがにな。来週は温泉会かな。負ける要素なしで負ける方が難しくない？あれ最後の映像変わった。先週までは後ろ姿だったような。だよね。ちょっと確認するか。負けヒロインが焼き塩ってことで決まったな。一人だけ3回しかもらえなかった。青と褐色はまた滑るのか。ここに混じりたい。最終回では第4の負けインが顔見せして終わりそうだね。
3人の負け印出した結末を見せてくれないとな。12話はアニオリなのかい。こりゃ楽しみ。12話はアニオリらしい。温泉か水着ではなさそうだな。前から思ってたけど、作者の描くのはそれはオリジナルストーリーではなく、もう原作と呼ぶべきなのではと感じる。もうコマリとひっつくしかないな。ヒロイン決定だな。コマリは背景が重いのでもう動かせん。柳見さん完全に相棒ポジション。柳見さんはなんでいつもぬっくんにあれこれ言う割には、自分で焼き塩やこまりをフォローしないんだ。焼き塩の時は寝取られ返せと焚きつけちゃうからって理由付けしてたけど、今回は別に柳見さんがこまりをフォローしてもよかったろ。柳見さんは肝心な時だけは役に立つ女よ。素晴らしいわ。すごく良い話でありながら柳見さんのおかげで笑いもあった。一人になっても居場所を守れるように強く変わろうとしたこまりちゃんを、こまりらしく変わらずに居続けてほしいと、エゴを押し付ける温水の行動が救う。果樹との会話の中で考えを改めた温水くんの結果責任。ずっと一緒にいる。その結末に見るこまりの笑顔が眩しい。これはメインヒロインこまりちか。これで勝ちヒロインじゃないのは罪でしょ温水くん。このラノベ主人公が。結果責任取りましょう。しかしこれじゃあ柳見さんが再び背中押し切り負けヒロインみたいじゃないですか。食べ物を分けるだけで好感度爆上がりヒロイン好き。部長会議でのこまりさんの不器用なところをタイムリミットで奪ってしまうのか。活動報告を温水から奪われて現実と衝突。頑張ろうとしても周囲には伝わらない。泣いて全てを吐き出して今の私がいる。どうしても嫌な時は逃げても良いんだと思うよ。先輩や楽しかった居場所を見つけてしまったゆうのこまりの不安。前回の夕暮れとは真逆のこまり。温水くんの不器用な優しさ。もっと言葉を尽くせばとも思うけど、今はこれで十分なんだろうね。気が落ちてしまっても、確かに仲間がいることを示すような地上の灯りが優しく。動物園でこまりが触れ合いたい動物を取り違えたり、おすすめの動物が噛み合わない。こまりが抱える一人で何とかしないと、みんな私を置いていく。一人になってしまうんだから。という思いと悩みを分かっていなかったことの前振りになってる。やってくれたな負け印スタッフ。この回のエンディング、最後に仕掛けを施してやがったな。浴びるほどこのエンディングを繰り返し見ていたから見逃さなかったぞ。小粋な仕掛けを、そこで終わり、と思わせてからのエンディングにこまりの笑顔を仕込むとは、ありがとう。柳見さんの相棒感がすごく好き。何でも食べて、笑いも作ってくれる。温水くん、もう少し相手の気持ちを、ある意味、努力を不意にする行為。人前に出ると話せなくなる気持ちよくわかる。頭で考えたいけど、早く何か言わなきゃ、が先行しちゃうんです。頼むよ、新部長。ご飯の回数数を増やすダイエットの効果はあるのかよ。属性が近い家にその差の摩擦が大きくなる困りかい。柳見さんのヒロインどころか理望感たまんねえ。かりそめのデライトは彼だとしても過ごす今は一人じゃないから。そういうとこだよ温水くん。秋の夕暮れはこまり色。かりそめの人間関係に期待していなかった温水が、かりそめのつながりの繰り返しの中で得られることを知った。それはこれまで負け印たちを観測してきた温水なりの気持ちの変化。嘘ではない本物のつながりが欲しかった温水の答えなのかもしれない。文芸部に温水新政権が爆誕したお話。こまりちゃんに対しては本当に悪視しか打てなかったぬっくんが、自ら責任を取る形で収めたのは良い落としどころだったと思います。ラブコメのように見えるけど、実際は部活青春ものアニメだよねこの作品。雨に濡れないように、舵を同じ傘に入れるように、涙が溢れるこまりちゃんにずっと一緒にいるとメッセージを送る。考えは押し付けず、しっかり寄り添う。そんな温水を前に、こまりが見せる満面の笑みに、月が綺麗ですね、と言いたい。今週も圧倒的な作画と演出で、繊細な心情を表現していた。地に足のついた爽やかな青春ものって感じだ。かなりシリアスというか胸の痛い話だけど、柳見さんが緩和してくれた。しかし、完全に最終回だったけど、
残り1回とするんだろう。まさか総集編。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。